今回はジムニーの峠走行インプレッションをお伝えしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルは車についていろいろ調べたいことをアップしています。このチャンネルが気に入ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。そちらでは愛車の紹介や次回撮影予定の車、動画の告知をしています。よかったらフォローお願いいたします。では本編です。よろしくお願いします。はい、では燃費の方を峠で測っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。こちらは、再び山っていうところの六甲の、峠になります。今は基本 D レンジで運転していってます。ルートとしては、まず上りをして途中で再び公園で、ロータリーを回って下りという形で、走行を、していきたいと思います。で再び、ヴィーナスブリッジ前にある駐車場で測定を測って往復の距離の燃費を測りたいと思ってますのでよろしくお願いします。実際今回峠で、ジムニーをこういうような坂道で走らせるのは初めてです。運転してる感じで言いますとアクセルの、レスポンスっていうのがこう低速であれですね、ギアが切り替わりながら多分1速2速がちょっと繰り返されるようなイメージでオートマの、ギアチェンジが繰り返されているようなイメージですね。はい、ヘアピンFR っていうこともありステアリングの、入力もすごく軽く入るので運転しやすいなというふうにも思います。だいたい今の上りのエンジン回転についてはだいたい3000から4000の間を指しながら運転しているような感じになります。今4000回転超えたところでだいたい40キロぐらいかなと。多分この辺の道であれば、20キロから出せて40キロの間の走行速度という風な感じになります。結構この辺舗装がそこまで行き届いていないので結構ガタガタする音が、車内で、響いてる感じではありますけども、ここから少し下りになります。車体がそんな重くないので重さでガーって降りていくようなイメージはそこまでないのかなというふうにも感じるんですけども、少し重い車になってくるとこの辺だとすごく下り坂に持ってかれるような感じにもなったりしますので少しブレーキかけたりとかいう風な運転にはなってくるんですが、ジムニーに関しては特にそこに対しての不安はありません。ほんとカーブの本数が非常に多い峠になっています。たまにこの辺バスとかも走ってくるのでその時はもうさすがに一度止まって通してあげないと難しい道幅となります。それでもやっぱりジムニーやっぱり軽なんで車幅に関しては普通の車に比べるとやっぱ寄せやすいですし、左の方がこうなんていうんですかね、左隅ですね、前の隅が、四角くやっぱり車が、形取られていますので幅寄せもしやすく特に、運転で困ることっていうのはほぼほぼないのかなと思います。女性の方でも基本的には幅がつかみやすい車やとは思いますので運転に慣れてないという方であったとしてもその辺の感覚はつかみやすいというふうにも感じます。
上りにやってきました。以前アウトバックでもこの道を、走って車を紹介させていただいたんですけども、その時にハンドル持ち方についてご指摘いただいたコメントがありましたが、それ以降気をつけるようになりましたので、本当ありがとうございます。思ったよりこの下りが怖くないっていうのは結構な利点かなっていうふうには僕は思います。ちょっと一旦は片道、片側の、方向で向かって最終はこのまま通常で運転したいと思います。ちょっと今6月にも入り、新緑がすごく綺麗な山になってます。景色がすごく気持ちいいな。カーブ終わりにアクセルを結構踏み込むんですけど、このジムニーの場合吊り下げ式のアクセルペダルですね、ブレーキも一緒ですけどなってるんで、少し設定が固めになってると思います。なのでちょっと女性の方とかが初めこれ慣れるのはちょっと違和感あるかもしれないですね。はい、再び公園の前に来ました。やっぱ気持ちがいいな、この辺。結構この辺登山客が、この辺で車を止めて行かれてる方が多いです。今日はすごく車が止まってる方かな。はい、ここで一度 U ターンロータリーを回って下りの方行きたいと思います。だいたいヴィーナスブリッジからこの、公園の方、再び公園まではだいたい4キロ半ぐらいになったと覚えている数字なんですけど、まあ車でだったらだいたいそうですね15分以内では着くかなというふうな距離になります。はい、では再びヴィーナスブリッジスタート位置に戻りますので、一時停止から行きましょう。はい、下りですね。やっぱこの下りが不安じゃないっていうのは結構車としては一つの魅力なのかなと思います。結構ヘアピン級のカーブがすごく続きます。まあ、ちょっと焦ってハンドルを切るような感じになるとどうしてもぐっと上が傾くような感じになるんかなって今ちょっと思いました。やっぱ入るスピードでその辺の、下り具合で車の傾きっていうのが結構分かるんで、まあでも普通に進入速度を上げずに入れば全然怖いっていう風には感じないので心配はいらないと思います。他の軽のハイトワゴンとかいろいろあると思うんですけど、そっちとかだとどうしても多分揺さぶりのサスペンションの幅とかもそこまでないんで、車自体傾くんじゃないかっていう風に感じる方もおるかもしれないですけど、ジムニーの場合は幅ですね、それの遊び部分っていうかは大きいので踏ん張ってもらえるような形なんで、そこは心配がないように、思います。この後下り坂がちょっと続いて、まあそんなにブレーキを実はあんま踏んでなくって、ちょうどブレーキを踏むのはカーブ手前で少し踏んでからハンドルを切ってカーブに進入してるよっていうイメージですね。ちょっと早く入るとどうしても車自体が傾きながら進入する感じになりますね。ここ一回エンジンブレーキかけてみましょうか。このカーブ終わりで2速に1回入れてみたいと思います。1速、なるほど。この間の、街中で郊外を運転した時もかけてみたんですけど、後輪がキュキュッとなりますね。
構少し2速で登りたいと思います。だから今でも2速でやっぱ運転するとすげえパワーがある。めっちゃパワーある。怖くない？今みたいな急な坂道で2速で上がるのすごく安心できる。これ以上絶対落ちひん、後ろに行かへんやろっていう感じをなんか後ろから後押ししてくれるような感じで運転できるのがいいですね。はい、今2速で下っていってます。2速で下っていくとすごく抜けた後転がるような感じの速度が一気に抑えられるので、より安心して下れるのかなというふうに思います。一回一速で下ってみましょう。かなりエンジンブレーキかかります。で次2速。オートマでもこうやって変速を使う機会っていうのを結構試しでもいいのでやっていただいた方がいいような気しますね。僕も普段アウトバックでパドルシフトのギアチェンジを最近よく使うようになりました。どちらかというと止まる時ですねに変速を落としていきながらエンジンブレーキをかけて最終ブレーキで調整しながら止まるっていう風なイメージで運転することが増えてきたので、だいぶなんかこうギアチェンジの触る感覚っていうのを徐々に掴んでいきながら運転してるような感じです。もう少しでスタート位置のヴィーナスブリッジに近づいてくるかなという距離だと思います。このガタガタですね、どうしてもいらしとるんやろうとは思うんですけど、気にはなるな。やっぱり到着しました。はい、上りと下りを合わせて 8.7 キロという結果になりました。はい、このような感じで、運転のことを、ジムニーの、峠走行を紹介させていただきました。もしこの動画が、参考になりましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。